こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日はですね、火星先生術の提案ということで動画を撮ろうと思っております。皆さん、太陽星座っていうのがやはり先生術では一番重要視していると思うんですけれども、やっぱり一般的な西洋占星術では太陽星座を中心に考えます。で、それが悪いわけではないんですけれども、もともとやはり太陽系のすべての惑星は太陽を中心に回っているので、地球から見た太陽の位置、これをしっかり読み取ろうというのは、納得できるんですけれども、やっぱりこの理由の一つとしては、その太陽星座はお誕生日から分かるんで簡易的にやりやすいっていうのがあると思うんですね。太陽暦で私たち動いてるから太陽は毎年同じ日に同じサインへ戻ってくる。だから誕生日だけで誰でも自分の太陽星座を知ることができる。なので、入り口として広く知られているということなんだと思うんです。だけど、やっぱり私がここで提案したいのは、もう時代は変わっていて、冥王星が水亀座に入って、私たちの世界はもっと広がっているということなんですよね。だって今、私たちはもう人類は冥王星まで行ったじゃないですか。太陽系の一番端っこまで行ける時代なんです。ということは、これからどん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 外へね、広がっていくという時に、太陽だけを考えているという時代ではないのかもしれないなというふうに思ってます。で、ここのですね、同じ日に生まれた人でも、火星や土星といった他の天体は年代によってサインが違うんで、それは、ただ、先生術セッションに来たりとかですね、先生術ソフトを使えば正確に知ることはできますんで、比較的今見ることも簡単になってると思っています。ただ、私は結構この火星や土星、星座で生きる方が特に人生後半大事よっていうことをお話ししているということもあるので、ノートの方で、ノートってありますね。そこので先生術の記事をいろいろ書いております。そこで有料のものも一部あるんですけれども、そんなにお高くない、割とテキストだけなので、講座なんかよりもお求めやすいお値段で、土星星座早見表とか、火星星座の早見表ようなものも出してるんでね、そういうのでご自身の土星星座や火星星座を見ていただけるといいかなと思っています。で、もう少し先生術のお話をすると、それぞれの天体が反映される年齢期っていうのが先生術ではあるんですね。月から始まって、月はもう本当生まれてから幼少期だったり、水星が小学生時代だったり、金星になると恋愛の多いティーンエイジャーになっていったり、で、そういう中で、太陽が社会人としてピークを表す年代にあっているので、35歳とかですね。なので、太陽を中心に読むという読み方もあったわけです。でも、先生術が誕生した時代と今の寿命は違います。織田信長が人生50年って歌ってた時代よりももっと前に言われてますから、私たちは50歳なんてまだまだ半分もいってないぐらいな感じですよね。なので、今や35歳をピークっていうふうに読むような太陽星座重視っていうのもちょっと違うのかもしれないなと思います。で、私のクライアントさん、お弟子さんの多くが40代後半から50代、それから60代に入ってからセプタグラムのこのソウルジャーニーリーディングとか、コーチングとか学びに来られてる方も多いし、そこから社会に提供されるようになってる方も多いので、人生の本番はむしろそこから始まると言っていいと思います。で、こういう視点でもう一度見たときに、太陽よりも外側の天体が大事なんじゃないかということになります。つまり、地球から見た時の位置で言いますから、地球よりも外に位置するもの、火星以降の天体が象徴する人生の段階にこそ、私たちの生き方の鍵があると言えるのではないかというふうに思ってるわけです。で、惑星を近い順番に並べると、月から始まって水星、金星、で地球、ここが太陽の位置、そして火星、その後小惑星帯、そして木星、火星、天王星、海王星、冥王星っていうふうになるんですね。
で、私が特に注目しているのは、ずっと見ていただいている方はご存知のように、小惑星帯、メインベルトって呼ばれている場所なんですけど、これは火星と木星の間にあるんです。宇宙に無数の小惑星が集まっている領域があって、それがちょうど火星と木星の軌道の間なんですよ。つまり人生50年以降が本番だよねっていう私のミッションとぴったり合うのが、この火星、小惑星、木星、土星というところなんです。で、昔、土星星術では、もう木星、土星はパーソナル天体じゃなくてソーシャルプラネットっていうふうによって、こう個人の人生というのとちょっと違うという読み方なんだけど、私はもうそれこそその金星、水星、地球、太陽っていうのよりも火星、小惑星、木星、土星こそパーソナルプラネットじゃないかと。つまり人生50代以降っていうところに皆さんの本当のミッションとか使命みたいなのが描かれていて、皆さんが20歳、20歳だとしてもそこを落とし込んで、そこに向かって落とし込んでいった方が、30歳の目標にしてからそこからこう変えるよりは効率がいいんじゃないかと思うんですね。なので私が何回も言っているように、西洋占星術では軽視されがちなあんまり読まない小惑星も積極的に取り入れて、新時代占星術っていうのをチャートを読み解いている理由も、だからこのね、場所的な年代的なことがすごく多いということです。で、もともと西洋占星術でもパーソナル天体と言われている中で一番外側にあるのが火星です。なんでここにもうちょっと皆さんスポットを当ててみればというのが、今日のテーマなわけです。その私自身は実際に太陽星座よりも火星星座、小惑星の位置、自分の木星、土星っていうところをパーソナルプラネットとして読んで、人生の落とし込む場所、私の目的地はここっていうことに焦点を当て始めてから、自分の使命とか目的がどこにあるのか深く理解できるようになったし、なので判断がしやすくなるし、その判断が間違えてないからその後成功していくわけです。なんかここと思って見ているとこっちを選ぶけれども、土星の目的がここにあったとすると、その後軌道修正しなきゃいけなくなっちゃうからもったいないわけなんですよね。なんでもう最初からこっちに舵を切る。そういうことをした途端、本当に豊かになっていったし、幸せを手にすることができたので、やっぱりこの辺りを皆さんに提唱したいなと思って今日このお話をしています。で、すでにさっき言ったノートの方で、土星星座の、見方、お誕生日からすぐ一覧でね、見れる土星星座の表とか、土星星座の星読み、太陽星座というよりはもう土星の位置であなたの、人生を読み取ろうよっていうようなノートは上げているので、もし気になる方はその過去のノートテキストのところにあるので、概要欄からもノートに留めるのでちょっと見てみてください。有料じゃないと読めない箇所もあるんですけれども、ぜひちょっとね読めるとこだけでも読んでいただくとピンとくるんじゃないかなと思います。で、今日は火星についてもうちょっと。火星って何か、これをもう一度皆さんと一緒に確認しておこうよという目的でこの動画を撮ってるんですが、火星は戦争の神様、戦いの神って言われているアレスとして知られてますね。で、お羊座とかサソリ座っていうサインの支配性、ここは自分の力とコントロールできる権利っていうものを感じることで喜びを感じるっていうサイン、そこを支配している惑星です。なので行動力とか自己表現、エネルギーとかパッション、情熱ですね、それから欲望、そんなものを象徴しているし、それだけでなくて最も本能的な人間の姿、つまり生存本能だったり衝動で動く力とか動物的な生命力みたいなのにも深く深くつながっています。私たちの日常の中では活力とか意欲を持って生きる源がそこにあるので、つまり火星が正常に働いていないと前向きな生き方とか目的意識を持って素直に素早く行動するっていうことは困難になっちゃうわけです。冒険心とかチャレンジ精神も火星の力ですから、これもやっぱりね、純粋に自己主張したいというそういうエネルギーを持つためにもとても必要な天体です。ただし一方で攻撃性とか怒りとか、性欲に関わる、本能のエネルギー、これも火星の領域です。なので考えるよりも先に動く力は
強いんですが、火星が元気な時っていうのは、過剰に働くと、それがこう衝動的でせっかちで無謀な行動に出たり、強引で攻撃的で周りが見えないというふうになったりもします。で、恋愛においては金星は愛情っていう感情を示しますけど、火星はこう体的な魅力、性欲っていうものに直結していく。こううまく使っていかないと暴走しやすい場所なんですね。なので出生図、誕生図で火星が示しているのは私たちの怒りとか、戦う意欲みたいなすごい強いこう燃えるようなね、これファイヤークリアクリスタルっていうんですけど、火星の石ですねのような強い感情とか行動とか表現の性質、本能的な反応、そういうものを火星は示している。で、それをどの領域でどのように使う傾向にあるのかっていうのが太陽星座でわかる。私たちをこう突き動かすような、そういう衝動はあなたの内側のどこにそれがあるのか、あなたが本能的に欲しているものは何かとか、どんなことに燃えたり、どんなことだと怒りを感じたりするのか、それをどうやって表していくのかっていうことが火星が示している場所です。で、こういうことに気がついていくことで、意識的に自分自身で願望を実現する力がアップしていくわけです。つまり、火星は人生においての行動、表現への情熱、本能的な衝動の傾向を読み解く鍵で、それらは全てマニフェステーションに必要なものなので、うまく使えるようになるとマニフェステーション、願望実現を加速する力となる天体でもあるということですね。で、これらは全部実行力、積極性など全部外に自分を打ち出す力ですよね。なので、意識しないで放っておくと内側に溜まってしまいます。で、結局は内側に溜まってしまったものは抑え込んだままだと精神や体の健康にマイナスの影響を与えるし、結局多分たまりに溜まった時に暴走します。で、それが病気とか人生の不具合として出ることがあるので、これっていうのはこうほっとくっていうのは結構危険なんです。で、あるいは逆に出ると、その積極性、外に打ち出す力は勝手に暴走して過激に外にばっかりこう出ていくということになる。誰かを攻撃するとか、誰かのものを奪うとか、自己表現だけを考えて周りをこうかき乱すとかになることもある。だから外にこうただただ勝手に出してしまうのも、内側に抑え込んでしまうのも、どっちも危険な結果になるよっていうのも火星なんです。じゃあどうすればいいか。でも願望実現の力なんだから高めたいわけですね。なので願望実現のためにも、それから健康で豊かな人生のためにも、本当火星が暴走した時に病気になることが多いので、ちゃんと使うことが大事です。じゃあちゃんと使うってどういうことかというと、その他者への攻撃性だったり、自分への攻撃だったり、自分への怒りだったり、他者への怒りだったりとして使うのではなくて、自分の今世の使命とか才能を認めて、それをやっぱり対外的に使って打ち出していくための行動力として使っていくことができると一番いいわけです。これができると、これを意識的にできるようになると、火星のいいところだけが生かされていくということになります。なので皆さんご自身の火星星座の位置を意識して生きていくのがこう太陽星座もいいんですけど、火星星座もぜひチェックしてみてねというお話でございました。ということでですね、太陽星座だけではなくて、ご自身の火星星座っていうものも意識しながら生きてみるというのも、これからの特に風の時代はね、おすすめかなと思っております。先ほど言いましたように、私が火星星座、お誕生日からわかる火星星座早見表というものをノートで出しておりまして、もうこれ作るのに、で、火星って結構動くの早いので、1年の中でもだーっとサインが移動するので、何月何日何時何分何々移動というふうにこう一覧にしてるので、それを見ればご自身のお誕生日から分かるようにという表を、ノートで作っております。作るのに1週間
かかりました。ちょっとこちらの方とかは有料になっております。で、その早見表とともに、火星12星座別にどんな傾向にあるのか、その各火星星座別に。それからどんなことにパッションや情熱を感じるのか、それからどのように行動力や表現力が発揮されるのか、それから気をつけるべき点と開運につながる良いところ、才能って5項目で12星座、12火星星座別のテキスト、ノートも上げておりますので、ちょっとそういうのがね、気になる方はそちらもご覧いただければいいかと思います。ですがですね、今、もうこのご時世、いろんな無料ソフトで自分の火星星座も分かるようになっていると思いますから、それを簡易的に調べてみるのもおすすめではないかと思っております。ちょっと今日のお話を聞いて、火星は意識的に使わないと暴走も怖いし、内に入れてると内側の中に溜まっていくし、やっぱり自分の才能や使命を外に向かって打ち出すためには火星の力がないとなかなか外に向かっての力がないから、そのために使っていこうという意識を持っていただけるといいかなと思います。で、今言ったようにそのノートの方で詳しくは火星星座を出してるんですけれども、もしね火星星座がちょっとここで簡単なアドバイスだけ、火星星座がもし、火のエレメントだとしたら、お羊座、それから、獅子座、そして射手座ですね。この火のエレメントっていうのはやっぱり、もともと外に向けての自己表現力が強いので、強めの対外的な出し方をすると思います。獅子座はよりこう自分のアイデアが採用されたりすることに対してパッションを持つことができたりとか、お羊座は自分の自由にできることだから、言ってみれば人に認めてもらわなくてもっていうところはあるかもしれませんが、い手座はやっぱりそこに自分の、冒険心やチャレンジ心があることと、それが誰かに影響を与えているかなというところも気になるところかな、そういう感じで受け取っていただけると思います。で、お羊座は、お羊座は火星の居場所でもありますし、それからサソリ座も火星の居場所でもあるので、サソリ座は水ですけれども、やっぱり火星は動きやすい。で、その水ではサソリ座が一番火星の自己表現したい、自分でコントロール権を持ちたいという力は発揮しやすいのではないかと思います。ただ、残りの水の蟹座と魚座に関しては、やっぱり火星いわゆる火星らしくどんどん自分を表現していくという力がやっぱり弱いですね、他のところにある人は。だけどこれが風の時代と土の時代と違って、風の時代は土の時代はだから弱いで済まされてたんですけど、弱いんじゃなくてそういう自己表現の仕方をしないよと、火の人たちみたいな自己表現じゃなくて、私たちには私たちの自己表現があるの、これが多様性の先生術のやり方ですので、そんな風に私もこう昔とは違う読み方をしていますので、蟹座は誰かを守るために、情熱を持つことができるっていう表現の仕方もあるし、魚座は人に対して寛容であるということが必ずしもそれは控えめで自己表現してないことではなくて、そういう人としてちゃんとしっかり人にあなたという存在を知らしめることができる。だからそういうふうに自分の火星の位置をいい方向にとってうまくそれをこう外にこう表現していく、いいところとして控えめなところも表現していくみたいな感じでしょうか。でされていくといいと思います。で風に関しては水亀座、双子座、それから、天秤座。天秤座はやはり人間関係ですね。人への調和をもたらす自分というものの自己表現の仕方にパッションを燃やすことができるし、もう双子座はとにかくいろんなものにこう好奇心を持っている姿、それがそのものの双子座の自己表現ですし、水亀座は子というよりは社会に対して動いている自分、これが多分居心地よく火星が出せる場所じゃないかと思います。で土に関しては乙女座とヤギ座はほぼこう同じような感じでルールとか規律みたいなのを作ったり守ったりする自分なりにねというところにやっぱりパッションがある
っていうところが共通点。牡牛座はもう五感を喜ばせる自分の体、感覚器官ですね、が喜ぶような生き方をすることへの情熱っていうのが強いんじゃないかというふうに思います。これはちょっと簡易的なことですが、さっき言ったそれぞれ12星座別の、12の火星星座別のね、傾向とか情熱、パッション、行動、表現力、気をつけるべき点や開運につながる行動などはノートの方からチェックをしていただきたいと思います。ということで、素敵な一日を。